はい、こんにちは。ストレンジハンターのタカです。前回の動画めちゃくちゃ好評で、この神社の話だったんですけども、すごい反響が良くて、本当にありがとうございます。再生回数もすごく伸びてて、チャンネル登録もバンバン増えてますので、皆さん見た人はチャンネル登録よろしくお願いします。今日の話は前回の、この神社の話に少し出てきたかぐや姫から派生して月のかぐや姫の話をしたいと思います。月にかぐや姫なんていんのかよっていう話なんですけど、その話がなぜ生まれたかっていうのを、今日は話していきたいと思います。それでは早速月に行ってみましょう。はい、月にやってきました。月は地球に住んでる人からすごく身近な衛星とされています。空を見上げれば夜には月明かりが輝き、肉眼でもクレーターが見えたりしますね。でもこの月なんですが、衛星にしては大きすぎるっていうふうに言われてます。月の中がね、空洞説とか、いろんな説がありますが、これは全て事実です。一番不思議なのは、月は同じ面しか地球に対して見せていないというところです。ずっと地球を監視しているかのようですね。今日はその月にかぐや姫がいたというような話をしていきたいと思うんですが、なんで月にかぐや姫がいたのか、そんな話を少し掘っていきたいと思います。かぐや姫の話をする前に少しアポロ計画の話をしたいと思います。アポロ計画というのは冷戦下の米ソアメリカとソ連ですね、宇宙開発競争の最中の1961年、アメリカのジョン・ F ・ケネディが1960年代中に人間を月に到達させるとの声明を発表したことから始まります。その後アポロ11号から17号まで全6回もの有人月面着陸に成功しています。公式発表ではアポロ計画は17号で終了したことになっています。その理由は予算削減のためでした。しかしアポロ18号19号においてはロケットの費用もすでに支払い済みであり、搭乗する飛行士たちも決まっている状態でした。それなのに予算削減のために中止というのは何とも変な話ですね。実際には秘密裏にアポロ20号までの計画を実行していたというのが、今日の話になります。では11号から月面着陸をしていたアポロですが、15号がなんと月の裏側に謎の宇宙船を発見してしまったという話が出てきました。そしてさらに17号においては人類が見てはいけないショッキングな光景を見てしまったと言われています。アポロ17号は何を見てしまったんでしょうか。情報を暴露したのは NASA アメリカ航空宇宙局の元職員であったウィリアム・ラトリッチ氏という人物が情報をリークしたということで有名です。その後ずっと調査が続いてるんですけども、アポロ20号が船内を調査をして、先ほど言ったように隕石が衝突した後も残っていますので、かなり破損がひどかったと言われています。でその宇宙船の中で調査をしていると、破損がひどい人型のようなものを発見したそうです。でその中に、無傷の綺麗なミイラを見つけたそうです。このミイラのことをかぐや姫と呼んでるんですね。別名モナリザとも呼ばれているんですけども、かなり昔から宇宙船の中にいたとされています。そして驚きなのが、このミイラかぐや姫は仮眠状態だったとされています。人工呼吸器というか、よく映画でも宇宙を旅する時に、睡眠状態になって旅するというのがありますが、多分そのような状態だったのではないかなと言われています。でこのミイラは女性に類似したものというふうにされていまして、でも少しやっぱり違って指が6本あったり、ちょっと人間の特徴とは違う部分もあったようです。あとアポロ15号は月の裏側を調査している時に建物を発見しているそうです。人工物を発見しているということなんですけども、ビルのような建物だったりとか道路だったりとか、そういうものがあったというふうにされています。それを裏付ける証拠として、アメリカでは機密情報とされる情報というのは何年かの保管期間の後一般公開するというような決まりになっていまして、大統領がこの情報は出せないよと、延期しますよというもの以外の情報は機密文書の期限が来たら公開されるというふうになっています。その中にアポロが月面着陸した時の通信記録というのが残っています。その FBI が公開した機密文書なんですけども、機密指定が解除された FBI の文書になんとエイリアンの正体などが書かれている部分があるんですね。エイリアンの正体について書かれたものが公開されるって結構やばいですよね。僕がここ何年かで見た中ではかなり面白いものになっています。その FBI の資料の中には、エイリアンはいわゆる他の惑星から来たものではないというふうに明記されている部分があって、
じゃあどっから来たのっていうふうに思ってしまいますよね。あと、私たちには知覚できないエーテル星の世界からやってきてるということが書かれています。エーテル星って何なんだよっていうふうに思うかもしれないんですけど、要は目に見えないってことですね。目に見えないから地球にそのままいてもみんなが気づくことがないっていうことですね。あと、文章にあるものを少し抜粋すると、彼らの使命は戦争のない世界をもたらすことだ。訪問者たちは地球の平和を模索している。あと、一部の円盤は乗員を運ぶ。他の円盤は遠隔操作される。とも書いてあります。要は人が乗って運転する宇宙船もあれば、ドローンみたいに遠隔操作できるものもあるっていうことですね。これらの訪問者たちは人のようだがサイズがはるかに大きい、そんな風にも記されています。アヌンナキもサイズが3メートルから5メートルという風に言われたりしてますよね。アヌンナキの話はまたどっかの機会でやっていきましょう。地球人の起源と言われている人たちです。彼らは地球の人々を非難してはいない。円盤は放射エネルギーのいくつかのタイプを持っている。彼らはエーテル星の惑星から来ている。その世界は私たちには知覚できない。難しいことが書いてありますよね。そういう文章の一部を抜粋今したんですけども、要は宇宙人がいるってことをね書いてあるのと、サイズがでかい、どんだけでかいんだっていう話ですけど、そんな風に書かれてたりとか、あと、戦争のない世界をもたらすことだっていうのはすごい嬉しいことですよね。平和がやっぱり一番です。あとそれ以外にもアポロの通信記録も全部出てるんですよね。そこには指令船の操縦士があれは何だろう、そしたらもう一人が確かに奇妙な音楽だ、我々はこの現象について調べる必要がある、あれが何かを突き詰めようとも誰も我々の話を信じないだろうが、口笛に聞こえる外宇宙的なこのゴボゴボとした奇妙な音は何だ、わからない、ただ船長に言わせてもらえば今奇妙な音楽が私を困惑させている、こちらでも聞こえる、これはおかしい、これらは本当に宇宙の外から来た何かだ、誰がこの話を信じる、こんなこと誰も信じるわけがない、私がみんなに伝えてみようか、そんなことはどうでもいい、我々はこのことについて考えなければっていうようなね、通信記録があったり、要は宇宙で音楽が流れてるってことを言ってるんですよね。宇宙って、空気が、存在しないので、そういう音楽とかが聞こえるはずがないというふうにされてるので、すごい不思議な話なんじゃないかなと思います。あとアポロ11号の通信記録がすごい面白くて、少しこちらも見ていきましょう。まず船長が素晴らしいクレーターだって言ってるんですね。その後指令船の操縦士がこれらのクレーターと円錐形の物体よりも荒涼とした風景が他にあるだろうか。すると船長がここに住んでいる人々はおそらく絶対に出てこない。アポロ11号も何か建物があるっていうふうに話をしているわけですね。アポロ14号についてこれも通信記録が少し開示されてるんですが、これは本当に興味深い物体だ、この物体はどう説明すればいいのだろう、右側が込み入った構造になっていて中央に頂点がある構造だ、非常に複雑な中央建造物がここにあるのだ、周囲の中で最も巨大な中央の頂点があった、これは普通のクレーターではない、その中に暗い領域がある、ファルークはこれは堤防だと言ったと記録されている、非常に明るいクレーターだ、そちらからの位置だと太陽の位置の問題でこれは見えないだろう、そしてこれは私が思うに採掘場だ。さまざまな通信記録が残されてるわけですけども、こういうのが開示されると、月には絶対何かがあるんだなと、考えざるを得ないというか、最初の方に月は空洞だというような話をしましたが、これも実験がされてて、月に振動を与えるとどういうふうに地面が振動するかっていうのを実験してるんですけども、地球でいうとお寺とかにある鐘を鳴らした時と同じような波動になるんですね。これは中が空洞だということを示しているので、月は空洞だというふうにされています。そうすると、いろんな説明がついてくるんですけども、月は、地球の、サイズに対して、衛星としては非常に大きいという話をしました。で、大きいというのは、それだけ重さがあれば、そこに、存在する衛星としてはおかしいよというふうに話が、つながってくるんですけど、月が空洞だとすると、中が軽いので、大きかったとしても、質量的には地球の衛星であることが問題なく、示せるというふうになってくるそうです。なので、月は裏側には建物があり、あと宇宙船もあり、構造物もあり、何か秘密がたくさん隠されているんじゃないかなと思います。はい、どうでしょうか。月って本当に不思議ですよね。月が空洞だとすると中に何かがあってもおかしくないですよね。月の裏側には入り口があって、そこから宇宙船が入っていく、そんな風に言ってる人もたくさんいるので、それもあながち嘘じゃないんじゃないかなと僕は思います。かぐや姫の話から月のかぐや姫、かなり飛躍しましたけど結構面白い話でしたよね。次回はまたどんな話になるのか楽しみにしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。